連休住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。本日のお話はですね、私の中ではめちゃくちゃ怖いことです。怖いお話です。で、まずは皆さんにこのお話をする前に、めちゃくちゃこれもまた本当は私ここでは発表したくなかったんですけれども、この恐怖を止めるために、どうしてももう今日は言った方がいいなと、スタッフさん方とか、いろんな方とご相談した結果、ちょっと一番最初、皆さんもちょっとお聞き苦しい点があるかもしれませんけれども、まずですね、ちょっと私に寄せられた DM を紹介させていただこうというふうに思います。その DM はですね、いつになったら住職辞めるんだというものです。そして、前回、ちょうどこの、三木大雲チャンネルの中でいろんなイベントの告知をさせていただいた中にですね、引退はクエスチョンがついてたり、金儲けに奔走する坊主の話は信じられんというふうにいただいておりまして、確かにですね、金儲けに走ってるお坊さんがいたら私もそれはちょっと信用できないなと思うんですけれども、まず、引退の話を少しさせていただきますとですね、実は引退を私が表明してたのは今から去る6年前です。6年ほど前に、不可思議相談室という、番組をさせていただいたんですけれども、そこにもですね、あと5、6年で私は引退しますみたいな話をそこでもしてるんですね。で、これなぜかというと、私は実は、7月の地震、津波が、ちょっとカムジャッカの方には被害がありましたけれども、日本には被害がなくて、人類大会議の方でもお話ししてるんですけども、大難が湘南で終わったなという話を、できてですね、無事私は、ちょっと肩の荷を下ろせて、そしてそのタイミングで実はもう住職を、私は退任して、住職じゃない立場で、このチャンネルとか、もっと他にもいろいろチャンネルをしたりイベントも増やそうというふうに思っていました、当時。で、今もその思いは実は変わらなくってですね、7月のあの時の津波を回避できたというのは私自身自負してますので、それでそれが原因でやめるっていうのとは一切関係なくですね、私は、大きな国難が来るだろう。その国難がまず第一歩として止められれば、私の役目はそれでいいかな。住職としてやってきた役目はそれでいいかなと思ってますので、実は、これいろんなコメントで早くやめろって、いただくんですけれども、私は実はもう大量に書類を、今ちょっと書類、あります？ごめんなさい。住職退任に向けて、これちょっと個人情報があるんで見せられませんけれども、本当に大量のですね、書類を作成中でして、ちょっとこれは、いろいろな方面で私が住職を辞めるとなるとですね、日蓮宗の方でやっている役田とか、あるいは住職として、仕事を受けているものだとかをですね、退任しなくてはならない。あるいは、次の住職の用意もありますので、そこら辺の書類が山のようにありまして、頑張ってもやめる方向で動いておりますので、ご安心いただけたらと思います。ただですね、やめた後どうなるかっていうと、このチャンネルもますます続けていきますし、おそらくそうなると、ご批判したい方はですね、もうやめたんならチャンネルも閉じてしまえとかっていうことになると思うんですけれども、これは私は僧侶を辞めるわけではなく、住職だけを辞めますので、またその時、辞める時に、書類が通ったらすぐに、このチャンネルでもご報告しようと思いますので、その後どうするかということも含めて、その時にご説明しようと思いますので、先ほどの早くやめろとか、いう、ご意見に対しましては、ご心配なく、しっかりやめますので、やめる方向で動いてますので、ご安心いただけたらというふうに思います。そしてですね、お金儲けをやってるじゃないか、信用できないというご意見もあり、これももう、日々結構いただくんですけれども、決してですね、私の場合は、もちろん活動費として、タレント事務所に入ってますので、タレント事務所さんの方に、お金が行って、で、その一部を私ももちろんいただいてるんですけれども、
もう、これに関して言うと、私の仕事、お坊さんという仕事ですね。まあ、住職というのはやっぱり拝む場所の提供だとか、いろんな責任の上で広めていかないものがありますけれども、一僧侶となったら暁にはですね、じゃあもうそれらの活動をやめるかっていうと、私は僧侶としてやっぱり続けなくちゃいけないというふうに思っております。で、その理由が、実は今回の会談と、すごく一致してますので、ご紹介させていただこうというふうに思います。で、今回の会談はですね、DM である男性からいただきまして、まあちょっとやり取りをさせていただいた中で、なるほど、原因はこれだったんだなと分かった会談がございますので、まずは紹介させていただきます。この男性はですね、高校に入られた時に、まあちょっと友人とのいざこざがあって、喧嘩になって、高校中退せざるを得なくなられるんです。そして、まあ、中退するときに、学校の先生がですね、非常に慈悲が深くて、この高校の先生方は、いやいや、辞めるんじゃなくって、ちょっとしばらくの間停学して、頑張って高校ぐらいは卒業しなさい。いうふうにしてお話をされたそうなんですけれども、この男性はですね、いやもういい、辞めるって言って、まあ、辞めようというふうになったそうなんです。で、これも私の住職と似てるんですけれども、なかなかすぐに辞めると言ってすぐに、じゃあはい、学校がもうさようならとはこの高校はならずにですね、親と話し合った結果を、文章にして出しなさいとか、いろんなことがあったそうなんですけれども、この男性がある時、まあじゃあもう辞める理由を適当にですね、もう面白くないとかなんかいろいろ書いて提出しようと思って、夜机に向かってそれを書いてられたそうなんです。そうしますとですね、突然、ガタガタっていう音がした。で、あれ何の音かなと思ってパッと振り返りますと、ちょうど、お布団を入れていた、押し入れがあるんですけれども、その押し入れの扉がガタガタっと揺れてるそうなんです。と思って、何か動物でも入ったのかな、いや、そんなはずないしな、と思いながら、扉をスッと開けたら、そこにですね、ちょうどこのぐらいの大きさの50センチほどの人間がそこに立ってたそうなんです。で、ぎょっとして、これ何と思ったら、その50センチほどのこの男性が、ちょうど年の頃、まあ、40歳ぐらいかなとこの男性は最初思ったそうなんですけど、40歳ぐらいの男性が、こちらを見てて目が両目とも真っ赤っかだったそうなんです。真っ赤っかな男性がこちらを見てですね、どういう表情かというと、明らかに睨みつけてる。ぐーっとまあ、いわゆる関西弁でいうところのメンチを切るという言葉があるんですけれども、もう本当に喧嘩腰なぐらいにガーッと睨んできたっていうんです。この男性、非常にまあ、当時高校生だったということもあるんでしょうけども、短期でですね、もうその50センチほどの男性という異様な中、本来なら怖いはずなんですけども、この男性、食ってかかったそうなんです。さっきから俺のこと見てるのかって言って、突然その50センチほどの男性を殴りつけたそうなんですね。で、殴りつけたんですけれども、スッと通り抜けて壁を叩く結果になった。それと同時に、その謎の男性は消えたそうなんです。で、手を、打ちつけてですね、痛いなと思いながらも、その痛みに耐えながら、この続きを書いて、もうこういう理由で高校にいるのは嫌だ。もうやめますと言って、次の日、お母さんと共に提出に行ったそうなんです。そうしますと、まあ学校の先生もですね、まあもうここまで意志が固いなら分かりました。じゃあ、辞めた後、就職する先を、担任の先生がなんとか知り合いのところに頼んでやるからそこで一度働いてみたらどうだということで、まあ当時の先生の口利きで就職をされたそうなんです。で、この就職先っていうのが、いわゆるまあちょっと配送業のようなものをされてたそうなんですけれども、そこで働いているうちにですね、だんだんと重い荷物を運んでいると、まあ慣れた先輩方がですね、もうちょっと、慣れてきたから早く運べとか、もうちょっと数お前は若いんだから運べるだろうとか、いろんなことを言ってくる。これにこの男性また腹を立てましてですね、もうやってられるかって荷物を全部掘り出して、上司の方と喧嘩されるそうなんです。で、その結果、もう俺は会社を辞めようと思ったんですけれども、このまたですね、先輩が非常にいい方で、ごめん。俺の言い方が悪かったな。
今でいうパワハラに当たるとダメなので、その先輩も謝られたと、この男性は当時思ってたそうなんですけれども、私が思うのに非常に慈悲広大な方で、ごめん、俺が悪かったからやめるなんて言わずに頑張ろうよ、一緒に。そう声をかけてくださったそうなんですけれども、当時若かったこともあって、この男性はいいや、もう辞める。お前のせいで辞めるって社長に言う、みたいなことを言ってですね、退職届を書かれたそう。で、またこれも退職届を家に書いていると、その時またガタガタっていう音がして、後ろ振り返ると、今度は押し入れじゃなかった。扉がスーッと開くそうなんですよ。そして扉の先の廊下から男性が入ってきた。この男性が以前に見た50センチぐらいだったんですけれども、次に会うと180センチぐらいの身長で全くあの男性だったそうなんです。目が赤くてまたぐーっと睨んでくる。さすがにちょっとこの男性怖くなってですね、俺になんか用か大きな声で怒鳴ったら、その時睨みながらその男性スーッと消えていったそうなんです。でも原因がわからないまま、もうなんか気持ちが悪いな、2回も見るし、また大きさがね、全然違いますし。ただなんか自分は呪いがかかってるのかなとも思い始めてた。そんな矢先仕事を辞めてですね、収入がなくなって、お母さんのすねをかじりながら生活するんですけれども、好きなものも買えませんから。困ったなと思ったこの男性、今で言うところの闇バイトという言い方するんですかね。あまりよろしくないなと分かっていながらも、とある、書き込みに乗って、電話をしてですね、悪いことをされたんです。この内容については、ちょっと私ここではお話ししないようにしようと思うんですけれども、いわゆる分かりやすく言いますと、反社会的行動ですね。によって人からお金を搾取する。で、これをやるんですね。で、それでなんとか自分のお小遣い稼ぎ、あるいは生活費稼ぎをしてたんですけれども、これをやっている最中に警察が来まして、逮捕されたんです。逮捕されて、軽い刑で、当時は済んだらしいんですけれども、すぐに出てこられて。で、もう反社的な活動をすると、また逮捕されたらしんどいし、どうしようかな、もう俺は本当に運がないな。何をやってもうまくいかない。そんな風にずっと思われている、ある日、ベッドで寝てますと、またガタガタガタという音がした。見ると、また廊下からの扉が開きまして、ある男性が入ってくる。そしてこの男性、また目が真っ赤っかなままじーっと睨んでくるそうなんです。で、あまりにこれ、何度ももう3度目ですからね、もうあまりに怖いなと思った男性はその日、布団を頭までかぶって朝を迎えるそうなんですけれども、朝を迎えて、この話を誰かにしようかなとするんですけれども、この時の男性っていうのは、もう周りに、もちろん会社に勤めてませんから、相談する人もない。で、昔の友達というと、まだ高校に通ってたり、いろいろと忙しくて、ちょっと疎遠になってしまってる。だから相談相手がいないまま、どうしようと思って、近くのとある神社さんに行かれたそうなんです。そして、神社さんに行きましてですね、ちょっとお祓いのようなものを受けたいと。で、目の真っ赤な男性がたまに出てきては僕を睨む。睨まれると悪いことが起こる。あの男性を追っ払ってほしいと。いうような内容をとある神社さんでお話しされますと、この神社さんの宮司さんがこうおっしゃるんですね。もちろんお祓いのようなことはしますけれども、それで 100% その男性が見えなくなるかという保証はできませんよ。ただ頑張ってお祈りをあげます。それでも良ければあげさせてもらいますというような説明を受けた。そうしますとこの男性がですね、じゃあもし消えなかったら、お金は返してもらえるんですか？それ詐欺じゃないですか。こう言うと、この宮司さんが、じゃあ、うちの神社ではすいません。保証を、100% できるものではないので、それがご理解いただけないなら、うちではちょっと難しいです。そう断られたそうなんです。そうしますと、この男性、またカッカカッカしてですね、もうこの神社に何か仕返しをしてやらないと気が済まないということで、各地の神社さんとかに行ってですね、あそこの宮司はもうろくでもないとかっていうことを言いまくってたそうなんです。そうしますと、とある神社さんが、こうおっしゃるんですね。あそこの神社さんでそう言われたんですが、ただ、それは正解です。うちの神社でも 100% っていうことは言えません。これはもう風邪薬とかもそうで、100% この薬を飲めば治るかっていう保証があるかと言われると、それは言えないのと
一緒で、私たちもその神社さんに賛同ですって言われて、またこれ腹が立ったその男性は、神社のとあるものを潰してしまってですね、やはりそれで、警察にお世話になるというような生活をその時繰り返してられた。どうして俺は人生こんなに嫌なことばっかり起こるんだ。腹が立つとどうするかというと、いろんな悪口をまたインターネット見ながら書き込んだりするのが、唯一その人の心の安定を図るものだったそうなんです、当時。で、そんな中、YouTube でいろんな人の悪口を見つけている中ですね、ろくでもないお坊さんを見つけたそうなんです。その人の名前が三木大雲なんですね。この三木大雲というのは YouTube をやって金儲けをして、ろくでもないはず。神や仏はいる？ふざけんなということで、私のところにどんどん書き込みをしてくださってたんですね。で、その中には、もうお坊さんをやめろとか、早くもうお前はこの世からいなくなれとか、いろんなことを、私も、そこまで把握してなかったんですけれども、いろんな、アカウントを作ってですね、消されてもいいように、頑張って私のところにコメントを寄せてくださってた。ところが、寄せている間、この、チャンネルの中にも出てくるんですけれども、人の悪口を言って不幸になった人の話があるんですが、それとたまたま出会うんですね。あれ待てよ。自分がもし今やっていることはこの人と一緒じゃないか。自分が悪い言葉を出していくことで不幸になっているその人と一致するような気がしてきた。いや、でもそんな不思議な話が世の中あるわけがない。非科学な話はないはずだ。と思いながらも、実際に謎の男性と会っている。しかも身長が50センチの時があったり、180センチのぐらいの時があったりしている。で、目を真っ赤にして殴りかかると消えていく。いや、あれは絶対心霊現象だ。ということはもしかするとこのろくでもない三木大雲という坊主の話すことは、もしかすると本当のことかもしれない。そう思っていただいたそうなんです。それ以来この男性はちょっと言葉を慎もうかな。そう思っていた。で、YouTube を切って寝ようとしたその時ですね、またガタガタガタ扉が揺れて、男性が入ってきたそうなんです。見ると、目を真っ赤にしたあの男性。今度は睨むんではなくって、なんか大きくうなずいてたそうなんです。見ず知らずのこの男性、私に向かってなんかうなずいてる。なんか今まで睨んできたのにちょっとリアクションが違うなと思った、その瞬間スーッとその男性消えていったそうなんです。なんとなく次の日の朝になって、あの男性の正体は何だったんだろう。ただまあ、言葉を今日から正してみよう。今まで悪い言葉を母親に対しても出してたんですけれども、これもちょっとやめてみよう。朝、下へ行きますとですね、寝室から出ますと、お母さんが朝の食事をしてくれてる。今まで一度も恥ずかしくて言えなかったんですけれども、心の中では少し感謝もしていた。思い切って言葉に出してみよう。ということで、お母さんに、ありがとう。そう言ったそうなんです。実は、このお母さんと直接こうやって言葉を交わすのは、反射的行動で逮捕されていたあの時以来、言葉を交わしてなかったそうなんですけれども、久しぶりの言葉が、お母さん、朝食いつもありがとう。そう、恥ずかしいのを我慢しておっしゃったそうなんですね。そうしますとお母さん驚いてパッとこっちを見て、今、なんか言った？そう言われたので、もう一回言おうかと思ったんですけれども、恥ずかしくて言わなかったそうなんです。ところが、その日、何もせずにもう、外へ行ってブラブラ歩いて、日中時間を潰して家にいるのが気まずいので、どっかでちょっと時間を潰しては家に帰られる。夕方帰ってくるとお母さんもちょうど仕事を終えて帰ってこられて、お母さんが非常に今まで見た中でも明るい顔をされてて、そしてこう言うんですよね。お母さんが男性に、今朝もしかして私にありがとうって言ってくれた？また聞かれたので、普段もある程度思ってるからちょっとパッと言った。そう言うとお母さん、やっぱり泣きながらありがとう。私の方こそありがとう。今まではあなたには迷惑かけてきたからね。そう言ってくれたそうなんですね。このお母さんがかけた迷惑っていうのは何かって言いますと、実はこの男性が幼い頃、お父さんと離婚されてまして、もうお父さん別れた後、お父さんの話一切してこなかったそうなんです。ただ実は風の噂でお父さんはもう亡くなったということもお母さんご存知で。
で、あなたには今まで見せなかったけど、お父さんが小さい頃あなたを可愛がってた写真を今日見せてもいい？そう言われたそうなんですね。おそらくお母さんの中で、この男性が思うのに、お父さんが亡くなったという風の便りを聞いたので、なんかふとそう思ったんじゃないかなというふうにこの男性はおっしゃるんですけれども、そして初めてその日、夕方、ご飯を食べながら、若き日の、お父さんの写真を見せられた。あ、お父さんこんな顔してた。僕をお風呂に入れてくれてたんだ。今まで知らないことがどんどん分かってくると、だんだんと自分の中でも、もしかすると自分は両親に可愛がられてここまで来た。大人の事情で離婚することにはなったけれども、もしお父さんが今生きててくれたら、ありがとうを言いに行きたいなという気持ちにまで、この男性になったそうなんですね。そして、うわーっと思って、どんどんとお父さんの写真見ていくと、あれ？待てよ。あの目を真っ赤にして現れた男性は、写真の中のこの男性を少し年を生かすと、あれ？もしかして亡くなったお父さん？そう思ったそうなんです。そしてお母さんに尋ねるんですね。お母さん、お父さんが亡くなったっていうのはどこで聞いたの？って言うと、いやいや、ちょっとお父さんの親戚の筋からそういう電話をいただいて。何歳で亡くなったの？お父さんが亡くなったのは40過ぎみたい。お父さんの身長はって言ったら、お父さんの身長はもう背が高くて180センチぐらいあった。そんな話を聞いて、いや、実は僕、初めてこの怪奇現象のことについてお母さんに話したら、それはきっとお父さんかもしれない。あなたが悪いことをすると怒りに来てくれたのかもしれない。で、あなたがありがとうと言った日、嬉しくって出てきてくれたのかもしれんね。そんな話を親子の間でしたそうなんですね。なんとなくそこで今までもう人生なんかどうなってもいいと思ってたこの男性は、もしかすると亡くなった後もお父さんが僕のことを心配してくれてるのかもしれない。今まで見てた三木住職のこの悪い坊主だ。なんか、ろくでもない坊主だと思ってたお坊さんがですね、急になんとなく、あれ？もしかしてあのお坊さん、正しいお坊さんなのかもしれない。そう思ってくださったそうなんです。もちろん、これに関して私自身思うのは、決してそんな、私は、大それたお坊さんでもないですし、たまたま、私の怪談説法を聞いてですね、この男性は、よし、もう一度人生をやり直そう。そう思ってくださったそうなんです。これはもう非常に、私じゃなくてもですね、もっと立派なお坊さんおられるので、いろんなチャンスがあったのかもしれませんけれども、ご縁があったのが私ということで、それ以来私は三木住職のことを今まで悪く書いてましたけれども、今大ファンなんです。そして、この男性、実は、ご自身で会社を起こされて、今大きな会社とまではいかないそうですけれども、自分とお母さんが食べていけるギリギリではあるものの、うまく会社をやっているんです。このお礼を言いたくて DM をさせていただきましたということで、私のところに DM をいただいて、なかなかですね、1000円、5000円のDM がほとんどなんですけれども、実は私がですね、DM 恐怖症でして、DM が今もうおそらく見てないのはもう100件以上あるんですけれども、何かっていうと、中にはやっぱり、もう、早くこの世から去れっていうような内容のものも多くいただきますので、もちろんその何十倍、5000円をいただいてるんですけれども、お返しできてないのは、私がちょっと見るのが怖い部分もありまして、見てないので、返信をなんか出したけどいただいてないぞという人も、中にはいらっしゃると思いますけれども、そこら辺はちょっと大変申し訳ないんですけれども、私もちょっとやっぱりドキッとするとなかなか先へ進めない時がありますので、極力見ないようにしてます。で、ただ、この私が DM を見ない原因は何かと言いますと、私に対する誹謗中傷であればですよ。もちろんご意見としても、いただいてるんで、誹謗中傷とは限りませんけれども、やはり私がドキッとするような内容っていうのは、私自身がドキッとするということでは実はなくって、もちろんそれがゼロではないですけども。一番心配なのは何かというと、悪意のある悪口を送ってしまいますと、本当に大変なことになります。これは、私が、送られるのが嫌で脅してるわけでは決してなくって、もちろん書いて送っていただくのもいいんですけれども、私が一番恐怖するのは、その方の後の人生なんです。この後の人生、本当に、人に悪意を持って悪い言葉を投げかけて、そして投げかけた後、ご自身が忘れていても、投げられた方は覚えていることがありますね。
そうなると本当に大変なことがあります。で、仮に相手が忘れていたとしても、大変なことになるんです。で、それを私は起こしていただきたくなくって、実は DM を見るのが怖いんですね。見てしまうとその人が必ず因果応報で不幸になってしまう。で、この因果応報、いや、俺は悪口言ってきたけど今まで不幸になったことないよという方もおられると思いますけれども、詳しくはお経の中に書いてますね。これを、人類大会議の方で引き続き、お話しさせていただこうというふうに思いますので、ぜひですね、これをご覧になられたら、引き続き人類大会議の方にまた飛んでいただければ、そこでこの続きをお話しさせていただいておりますので、ぜひご覧いただければ嬉しいなというふうに思います。ということで本日も、最後までお聞きいただきありがとうございます。それとですね、一つの励みとしてですけれども、チャンネル登録をしていただきますと、本当に私の励みになりますので、またチャンネル登録してない、あるいは、登録過去にしたけれども、メールを長らく使ってない方は、抹消されていくみたいなんです。ので、もしちょっと良ければ確認して、チャンネル登録していただければ嬉しいなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これにて終わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。はい。ということでですね、今回実は、概要欄の方からですね、怪談を送っていただくフォームを、作りました。というのは、先ほど、怪談の中でもお話しましたけれども、私自身なかなか DM を見て、返信することもありませんし、ちょっと最後まで皆さんのを見るっていうこともなかなかちょっと難しいので、怪談、こんな不思議な話がありますよとか、怖くなくてもいいです。もちろん、怖いものも大歓迎ですけれども、そういった怪談、自分の体験談をこの YouTube で発表してくださっていいですよって言われる方がおられれば、フォームの方からお送りいただけたら嬉しいなというふうに思いますので、概要欄から、ちょっと怪談体験がある方は送っていただけたらありがたいなと思います。そしてですね、必ず連絡がつくようにはしていただきたくって、と言いますのが、採用が決まりまして、採用させていただくときにはですね、ちょっと、そんな大したものはお送りできないと思うんですけれども、ちょっとしたプレゼントを、お送りさせていただこうと思いますので、ぜひ連絡先も合わせて、お送りいただけたら嬉しいなというふうに思います。ぜひ、どしどし、もしかするとこんな話採用されないかなというような、小話程度なものでも、ぜひ送っていただければというふうに思います。ということで、怪談の新たなフォームもありますので、概要欄からお入りいただけたら嬉しいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。